今回は、切り札勝負について解説していきます。とはいうものの、さすが主人公というだけあって、かなり膨大な解説量になるため、動画を漫画のように3部作に分けたいと思います。というわけで今回はデュエマ漫画の無印をまとめていきます。それじゃあ、早速参りましょう。まずは無印18巻あたりまでの、マジック・ザ・ギャザリングを中心とした物語をサクサク解説していきます。とある角所で遊んでいた勝負は、父の帰りを待っていたのですが、父は帰ってきませんでした。帰ってきたのはナックという父の友人のみで、彼をデュエルで倒すことで父が行方不明であることを知りますが、勝負は父なら大丈夫と心配することはなく、逆に父を追い込んだ奴らとデュエルしたいと息巻いたのでした。そして次の日、また角所で遊んでいたら珍しい客人が勝負を仕掛けてきました。そんな彼の正体は国上京四郎。勝負がナックを倒したという噂を聞きつけ襲来した国上。二人はデュエルするのですが、なんと勝負は敗北。初めての敗北に強くなりたいと願う勝負は、白王がいるデュエルの神殿へ修行しに行くのでした。しかしそこは弱者に厳しい神殿で、デュエルに敗北した者は追放され、罰を与えられる過酷な場所。さらに強者は白王の練習台となる運命にあり、要はこのデュエルの神殿は、白王が強くなるために存在する神殿であり、役に立たない者は容赦なく切り捨てる、無慈悲の神殿なのでした。勝負は修行を重ねていくにつれて、そういった神殿の真実を目の当たりにしていきます。勝負は神殿を順調に進んでいき、幹部である四天衆、三国、黄昏耳、龍二郎を倒していくと、最後の四天衆、愛禅と戦う直前、なんと立ちはだかったのは国上でした。白王を倒すために神殿に乗り込んだ国上は、再び勝負とデュエルすることに。しかし神殿で修行を重ねた勝負は、かつて敗北した国上を見事撃破したのでした。その直後、デュエルに負けた国上に罰が下り、目の前で爆発して重傷を負います。これにブチ切れた勝負は白王との決戦に挑みました。そしてこの時、扱うカードがデュエマに変更となるのです。二人のデュエルは苛烈を極めますが、最終的に勝負が勝利。デュエルの神殿を後にして、次なる舞台へ進んでいきました。バトルアリーナ編。勝負はデュエルの神殿を攻略して日常に戻るのですが、いつもの角所にジョージが現れ、勝負はジョージとデュエルし撃破。するとジョージを追っていたドクター・ルートが現れるのですが、彼のジョージに対する仕置きを見かねた勝負は、ドクターとデュエルすることに。しかし、圧倒的な強さを誇るドクターに完敗した勝負は、真のデュエルで敗北したことで瀕死の重傷を負います。無事、ドクターの手術で治ったものの、デュエルに対して恐怖心を抱くことになり、一時、デュエルができなくなりました。しかし、そんな勝負を救ったのは、友である白王とジョージでした。二人のデュエルに対する思いや勝負が失っていた情熱を取り戻させる、熱いデュエルを目の当たりにした勝負は、見事トラウマを克服。ドクターの、ガルドとの決戦に備えた、少々やりすぎにも見える荒領事は、結果として成功したのでした。その後、ドクターの下で修行を重ねた勝負は、バトルアリーナへ参加することになります。予選を難なくクリアして、決勝トーナメントではカブト丸と交戦。村を背負ったカブト丸の思いに一瞬追い込まれますが、なんとか勝利して駒を進めていきます。そんな中、龍二郎が白王との場外乱闘にて、卑怯な手を使って白王を瀕死の重傷に追い込みます。ブチ切れた勝負は龍二郎とデュエルするも、龍二郎のサバイバーデッキに追い込まれます。しかし、最後のシールドで、ホーリースパークが発動したことで見事勝利。無事、白王の仇を取ったのでした。そして本戦に戻るのですが、今度こちらではボルメテウスホワイトドラゴンを狙うフアユーの暴走により、大会はめちゃくちゃに。しかし、バケスマンの提案により、バトルアリーナ決勝を勝負とフアユーが行い、勝った方がボルメテウスを手に入れることに。こうして、全てをかけた決勝戦が行われました。フアユーはボルシャックドラゴンや、スクリームアサシンやアブゾドルバなどで場を制圧してきますが、勝負はこれを跳ねのけ、ファイヤーバードとボルメテウスの力で見事フアユーに勝利。そしてフアユーの本性を知ったところで、会場にザキラが乱入。そして会場外でザキラと勝負は一戦交えることになるのですが、ザキラの得体の知れぬクリーチャーダークヒドラを前に、手も足も出ず敗北。ダイレクトアタックの直前にドクターが駆けつけなんとか免れますが、その場にいた白王の記憶を抜かれてしまいました。こうして勝負は奪われた白王の記憶を取り戻すため、無印最後の旅に出るのでした。
最終決戦、奪われた白王の記憶を取り戻すため、勝負は旅に出ることを決意。怪しい車掌さんに扮したガルドを倒し、たどり着いた先は、かつてバトルアリーナで死流を決した、カブトマルのふるさと、ダベベ村でした。さらにそこでボルバルを持つ謎の人物、夜間マンと出会い、ザキラがいるフア城へ向かうことになりました。そしてたどり着いたフア城では、25人のガルドメンバーを倒して、初めてザキラと戦えることを知り、途方のない戦いに戸惑いますが、白王のためにと挑戦を決意するのです。と、思いきや、勝負の元にガルドメンバーが現れ、さらに目的であるザキラまでも登場したのでした。そこには記憶を奪われダブルの称号を与えられた白王の姿もあり、舞台は一気にクライマックス、カードを覚醒させることができる力を持つ、勝負はザキラに仲間になれと勧誘されながら、最後のデュエルが始まりました。このデュエル台、ジャッジメントテーブルは、シールドがブレイクされるごとに、上空にどんどん大きくなるミニ太陽が形成されて、過酷な炎熱地獄を強要するステージ。デュエル以外で死なないガルドにとっては、何のデメリットにもならない、卑怯なステージなのでした。そして始まった勝負とザキラの戦い。勝負のファイヤーバードの力は、ザキラのドラゴンゾンビにも力を与えてしまう。ブロッカーを出しても破壊され、次々とシールドがブレイクされる勝負。それに伴い上空の太陽も大きくなります。さらにザキラは切り札である、デスフェニックスを召喚し、シールドをブレイクするのですが、覚醒したカードの力を乗せたデスフェニの攻撃は、辺り一面を吹き飛ばすほどの威力に、さらに続けてシールドをブレイクされ、ついに勝負は最後のシールドがブレイクされ、上空の太陽も最大になります。この熱にレクタが脱水症状で倒れます。デュエルの状況も絶望的。希望のかけらもないこの状況で、勝負は再びザキラの勧誘を受けるのです。レクタや他の仲間を救う代わりにザキラの仲間になる、迷う勝負ですが、ドクタールートやナックさんはその勧誘に乗ることを推奨します。必ず助け出す。だから今は勧誘に乗ってこの状況を脱しろ。その言葉に乗せられ、勝負は諦めようとするのですが、その勝負を止めたのは瀕死のレクタでした。翔ちゃんがデュエルから逃げるくらいなら、死んだ方がマシなんだよ。この言葉で目が覚めた勝負は、すべてをかけたラストターンに挑みます。コッコルピアとトットキピッチがいる状況で、バルガゲイザーとグレガリゴンを召喚。バルガゲイザーの攻撃時効果によって、デッキから出てくるのは、フアユーからもらったボルスレッドファイヤードラゴン。シールドを全部ブレイクしてダイレクトアタックまで届いた。にもかかわらず、天はザキラの味方に、シールドトリガー、バーストショットによって、勝負は敗北となりました。しかし、ザキラのダイレクトアタックは、バケツマンから命を懸けて勝負を守れという命令を受けていた。夜間マンが身代わりとなりました。無事だった勝負ですが、ザキラに敗北して、友を救えず、目の前で仲間が自分の代わりに死亡した。そしてザキラはこの地を後にする直前に、敬意の攻撃を放ったため、もうめちゃくちゃに、とても小学生では処理しきれないほど、残酷な出来事が一気に襲いかかった。この無印最終章は、勝負の敗北という形で、その物語を終えたのでした。以上、無印編の切り札勝負でした。いかがでしたか？途中、省略してきたデュエルの中でも、一本の動画にできるほど熱いデュエルがありますので、気になる方はぜひ購読してみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。